ローウォーズファンの皆様、おはようございます。つい先日、ウェブパソコン版のサーバー11で活躍されているアナムさんに、アリーナの防衛で使用しているジンジャーチームについて、質問をしてみました。そうしたら、色々と興味深い話を、ゲームチャットを通じて教えていただけたので、この動画では、アナムさんがカーク信者に教えてくれた知識を、ご紹介しようと思います。なお、一部のコメントは、カーク信者の判断で文章を構成していますので、オリジナルを読まれたい方は、動画を停止してから、オリジナル文章を読まれることをお勧めします。アンドバリにはタフネスを上げるオリバーで完全な壁にするのが向いています。最前衛だと死んじゃうのと、いないとジンジャーが持ちません。アイザックはチャージしてカウンターで出すデバフのために、マーラを紐付けます。魔法防御を上げ切ることで、双子のガチ強化の連携にも耐え切ってカウンターできるため、DPS が死んだ後に、それが地味に効いてきます。セバスチャンには、ペットのアルバスを紐付けて準ダメージを上げますが、それに伴って物理攻撃も上昇するので、単純な火力アップも期待できます。ジンジャーはフェンリスしか装備できないので、私は生姜剣と呼んでいます。ジェットには、アクセルを紐付けて、アーマーと魔法攻撃力をアップします。こうすることにより、ジンジャーの体力回復能力が増加して、ジンジャーの延命に期待できつつ、ジェットの魔法攻撃力も上がるので、スキルの威力が上昇するのです。ただ、この構成は、あまり防衛には向かないと思います。単純に耐えるチーム編成なら、もう少しアーマーの数値が高いタンクに変更して、最後尾のヒーラーをマーサにした方が耐久力が増すと思います。私のペットセットは、即攻撃できる形にするため、ケイン付きの金魔王とアイザックを交換することで、準ダメージ特化であまり構成を変えずに、性質を微調整できるのがポイントです。ジンジャーを使う際の最大の注意点は、死にやすいジンジャーをアンドバリやヘリオスでいかにかばえるかという点なので、アーマー貫通バフのメンバーの交換と、デバフ状況でセバスと誰を入れ替えるかという点を考えれば、いろんなチームに対処できるようになると思います。ジンジャーとトリスタンは、フェンリスしか相性が良くありません。チームにつけるペットは、相手に応じて変えるのがコツで、物理攻撃チームならフェンリスが最適で、オーロラやカークが対戦相手なら、準ダメージの様子を見てアルバス、回復とアーマーが厚い防戦仕様ならビスケット。ビスケットは魔法系なのでアイザックのカウンターを受けますし、ルーファスが苦手です。あるいは、マーリンを戦場に連れて行けば使いやすいはずです。ジンジャーとトリスタンは、ペットのフェンリスしかつけられないため、上位のガチバトルだと、5ペットマックスアウトとか狂気の世界になるので、おそらく、ジンジャーとトリスタンの併用は無理となります。来年になって新しいペットが登場すれば、状況が変わると思いますが、物理攻撃とアーマーを強化するタイプのペットが誕生しても、おかしくないと思っています。サブアカウントで少し試したのですが、ジンジャーは、元々の貫通力があるので、ガラハットやネブラやカークなどの物理攻撃のバフ持ちと組ませると、状況次第では、シンプルにダメージが上がりつつ、凶悪な貫通力を発揮できます。単純にダメージ系であれば、前後攻撃できるジンジャーとカークのタッグにネブラを挟むロマン構成をやってみたい気もするのですが、多分、かばう能力が低いと、持たない可能性があります。私はジンジャーと理想的な配置ができるジェットを、ブースターとして愛用しています。ジェットは、アーマーダウンに速度アップと、ダメージブーストと回復阻害がすべてジンジャーの攻撃と、その攻撃対象に乗った時に、最大のパフォーマンスを発揮します。ペットは、そういったダメージの性質に合わせて、補助か、助長かを考えて選ぶと良いのかもしれません。ただ、アクセルやオリバーは防衛向きではあっても、ガチガチの防衛編成相手には回復に日よる分突破力がなくなりますし、ビスケットの登場で回復阻害の戦術が広まって、崩しやすくなっています。そういえば、ビスケットのグランドプライズに当選されたそうですね。
ヒーローメインで戦う低コストプレイヤーの場合、ビスケットは大事です。ビスケットは回復阻害を最後までできるので、つまりやり方次第で、ヒーローチームを消耗させられます。それは、タイタン戦のように敵の体力を削ることができる。つまり、ヒーローの拠点に対して、タイタン戦のように数回の攻撃で落とせるようになるということです。私が思うに、ビスケットを上手に活用できるようになれば、ヒーローの拠点を確実に削り倒せるようになるので、ギルド戦のスコアアップにつながると思います。つまり、戦略の幅が広まったということです。私は昨日のギルド戦で負けましたが、上記の方法で90万パワーを超えている人に10ポイントまで削ってもらい、その後に私がお掃除をしました。なかなかいい感じでしたよ。ヒカキン、美課金だと、カラーアップが大変ですよね。私はビスケットをガラハットに紐付けています。スキルと通常攻撃が全部物理系だと、説明文の通りなら、セットしたヒーローの攻撃のたびに回復阻害 30%5 秒が発動。ガラハットみたいに範囲攻撃だと全部の敵に回復阻害とか、やり方次第では、破格なスキルだと思います。ビスケットの第一スキルは戦場に影響するため、とにかく自分以外の回復が阻害されます。実はアスタロスの仲間の蘇生にも影響しまして、アスタロス本人の蘇生でなければ、制限時間中は、回復1で復活、になってしまい、蘇生対象がすぐに死んでしまう凶悪ぶりなのです。ビスケットの第3スキルは、ビスケットを紐付けたヒーローの攻撃が、回復阻害 30% になって、攻撃対象にのみ、吸血だろうが蘇生時の回復だろうが敵の回復が、すべて 30% 引きになります。物理系にセットして第3スキルを使うと、属性も一緒に物理になるわけでして、魔法攻撃の上がらない攻撃力の低いヒーローにつける意味が、このスキルそのものにあったりします。ビスケットのスキルの意味がわかると、ビスケットの能力の高さに気がつくはずです。あと、ビスケットをチームペットとして戦場に連れて行くと、魔法攻撃のダメージディーラーになります。どういうことかというと、ビスケットの持つ速度ダウンの第2スキルによって、カークやヤスミンなどは魔法攻撃に弱いので、アイザックがいないと魔法攻撃の直撃を食らってしまい、死にやすくなります。ビスケットは、アーマーの数値を高くするペットでもあるのです。ダブルタンク編成の場合、最前衛のタンクにオリバーを紐付けて、第2タンクにビスケットを紐付けると、引き分けに持ち込むためのダブルタンク編成になりますし、ヒーラーにアクセルを紐付ければ回復薬の生存も可能になります。ビスケットを育ててみるなら、いろんな活用ができるので頑張ってくださいね。ミラのペット馬車凶悪だったなぁ。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、アナムさんの知識のように驚いた人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。